はいどうも皆さんこんにちは、ゆうでございます。皆さんデスク環境アップデートしてますか？僕たちのようにデスクで作業することが多い人間にとってデスク環境というのはいわばコックピット。作業効率はもちろんモチベーションにも直結する非常に重要な要素ですよね。で今回ですね、そんな僕たちのデスク環境をもう一段いや2段上のレベルに引き上げてくれるんじゃないかという非常に面白いアイテムをラシカルさんからご提供いただきました。それがこちらのラシカルシェルフです。結論から言うとこれただのモニター台シェルフではありません。デスクの上にもう一つの機能的なレイヤーを作り出す全く新しいコンセプトの製品になっています。今回はそのラシカルシェルフの魅力と実際に使ってみて気になった点もしっかりお伝えしていきたいと思います。ラシカルシェルフがどういう製品なのかというところからお話ししていきます。一見するとモニターを置くためのいわゆるモニター台ですよね。でもこの製品の本質はそこだけじゃないんです。僕もそうなんですが、最近のデスクワークって本当にたくさんのガジェットをデスクの上に置きますよね。僕の場合だと編集作業用の iMac、パソコンに加えてスマホ、タブレット、そして編集作業で対応するストリームデックなどがあります。こういうガジェットがデスクの上で散らかってしまうと一気に集中力がそがれてしまうんですよね。そういった現代のデスク環境が抱える課題に対してこのラシカルシェルフはオプション品による拡張性というアプローチで答えを出してきた製品なんです。はい、ではラシカルシェルフのスペックを簡単にご紹介していきます。僕が使っているのは幅85センチのモデルになります。奥行き、高さ、耐荷重はこんな感じです。複数のモニターやデバイスを置いても全く問題ない堅牢性を備えています。まずですね、触れておきたいのがこのデザインと質感。見てください、この天板のマットな仕上げ。非常に上品で指紋がつきにくいのも嬉しいポイントですね。そして天板以外にもこの足の質感、一般的な木目の板ではなくてエッジには丸みを帯びたミニマルなデザインでありながら上品な高級感を感じさせるような質感ですね。こういった木の組み合わせの製品って一歩間違えるとチープに見えがちなんですが、ラシカルシェルフは非常に高いレベルでバランスが取れていますね。このエッジの処理一つとっても非常に丁寧に作られているのが伝わってきます。こういう部分の細部へのこだわりが製品全体のクオリティとそして僕たちの所有欲を満たしてくれるわけですね。はい、そして今回はすでに設置済みの状態ですが、この組み立て自体は非常にシンプルでした。足と天板を付属のネジで固定するだけ。付属している説明書も分かりやすかったですし、おそらく10分もあれば誰でも組み立てられると思います。一つだけアドバイスするとすれば、ラシカルシェルフを設置する前にデスクの上は完全に片付けておいた方がいいですね。意外とサイズが大きいのでこの作業スペースはしっかり確保した方がスムーズに作業が進みます。あとはですね、地味に重要なのが付属のクッションシート。このクッションシートはですね、最初から足の裏に貼ってありますが、このクッションシートがあることによって傷つき防止や滑り止めにもなります。こういう細かい配慮は非常に嬉しいですよね。はい、では実際に設置してみた感じがこんな感じですね。実際に iMac モニターを設置すると少しですね、目線の方が上がります。この目線が上がることによって作業中の姿勢が自然と良くなります。長時間の編集作業をしているとこの目線の差が結構首や肩の疲れにかなり効いてくるんですよね。ラシカルシェルフを設置することによってこれは健康への投資とも言えるかもしれません。他にもこのシェルフの下に生まれるスペース、このスペースが本当に素晴らしい。編集作業が終わったらキーボードやマウス、イヤホンなんかをスッとこのスペースに収納できます。編集作業が終わった後に
このデスクをリセットできるという体験は想像以上に気持ちがいいですよね。はい、ではここからですね、このラシカルシェルフの真骨頂、オプション品です。一番最初はこの PC トレイ。僕はですね、ここにワイヤレスイヤホンや編集用の SSD を置いています。このラシカルシェルフの見せる収納、めちゃくちゃクリエイター心をくすぐりませんか？はい、そして次にこちらですね、マグネットスタンドとマグネット接続プレート。僕はこのスタンドの方に Google Pixel 8 Pro を置いています。このマグネット式というのがミソでして、スマートフォンを置くだけでなくピタッと吸い付くように固定されます。マグネットスタンドはマグセーフ対応になっていて、この安定感がめちゃくちゃ素晴らしい。マグネットスタンドは角度調整も自由自在になっていますので、いい感じの角度につけることによってスマートフォンの通知の確認をしたり、資料を表示させたりといったサブディスプレイ的な使い方が非常に快適になりました。僕はですね、このラシカルシェルフを導入する前は目線に入らない場所にスマートフォンを置いていましたけども、このデスクの上にスマートフォンの定位置ができる、これはですね、非常に大事だと思います。そして僕がですね、個人的に一番感動したのがこのガジェットホルダー。僕はストリームデックを設置して使っています。僕のようなクリエイターにとってこのストリームデックはもはや体の一部と言っても過言ではないデバイスなんです。ですがこのストリームデックの置き場所に意外と困るんですよね。平置きだと押しにくいし、少し角度をつけたくてもちょうどいいスタンドがなかったりとか。でもこのホルダーを使えば編集中に自然に指が届くこの場所に完璧な角度で設置できるんです。僕個人的にはこのためだけにラシカルシェルフを導入する価値すらあると僕は思います。はい、さてここまでですね、各機能を見てきましたが、このラシカルシェルフという製品を改めて考えてみると、必要な機能を必要な場所に後からでも追加していける、こういったモジュール性、このカスタマイズ性の高さこそが他の単なるモニター台との決定的な違いであり、この製品の最大の価値だと思います。そしてこのシェルフとしての完成度が非常に高い。ラシカルシェルフのデザイン、質感、合成、全ての要素が非常に高いレベルで作り込まれている。だからこそオプション品を追加していくたびに満足度がどんどん上がっていく、そんな素晴らしいシェルフですね。はい、ではいい点と気になる点、どんな人におすすめかをお伝えしてこの動画を締めたいと思います。はい、ではまずはですね、僕が感じたいい点をお伝えしていきます。僕がですね、一番いいと感じたのはやはりこの拡張性。自分のデスクを成長させていくような感覚。こういう感覚は他の製品ではなかなか味わえない体験だと思います。はい、では一方で気になった点というか購入前に注意すべき点もお伝えしていきます。まずはですね、価格ですね。シェルフ、モニター代として考えると決して安い製品ではありません。ですがこの品質と機能を考えれば僕は十分にその価値があると感じましたが、人によっては気軽に手を出せる価格帯ではないかもしれませんね。はい、そして2つ目ですね。ラシカルシェルフ、この製品の魅力を最大限に引き出すにはやはりオプション品が欲しくなります。そうなるとラシカルシェルフ本体とオプション品を合わせたトータルのコストはさらに上がっていく。動画の概要欄にラシカルシェルフ本体とオプション品の詳細ページを掲載しておきますので、どういったオプション品があるのか予算を考えながらぜひ設計してみてください。最後にサイズ感ですね。幅はもちろんですけども、この奥行き25センチというのがお使いのデスクによっては少し圧迫感を感じるかもしれません。ラシカルシェルフを購入する前に実際に幅を測ってみて、お使いのデスクに合うかどうかサイズ感を確かめてみてください。はい、では最後にこのラシカルシェルフは一体どんな人にお勧めできるのか。これはもう明確ですね。デスク周りのガジェットが多くてその整理整頓に悩んでいる人、他にもデスクのセットアップにこだわりがあって
機能性だけではなく見た目の美しさも追求したい人、そういった人には間違いなく刺さる製品だと思います。僕のように iMac や Stream Deck を使っているクリエイターの方々、これはもう本気でお勧めしたいですね。作業環境が本当に激変します。逆に言うとモニターの高さを少し上げたいだけというシンプルなニーズの方には少しオーバースペックかもしれません。自分のデスク環境を一つのシステムとして構築し最適化していきたいと考えるこだわり派のためのアイテムだと思います。はい、というわけで今回はラシカルのラシカルシェルフを僕のデスクに導入して実際にレビューしていきましたが、実際にですね、価格というハードルはありますけども、毎日使うデスクが整理整頓され機能的になることで得られる快適さやこの作業効率の向上を考えれば非常に価値のある投資になるんじゃないかなと僕は感じています。少なくとも僕のデスク環境はこのラシカルシェルフなしでは考えられなくなりましたね。はい、さてこの動画が皆さんのデスク環境づくりの参考になれば嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆうでした。